中とか、あと朝方、早朝の朝4時とかに突然ですね、激痛で目が覚めるという感じなんですね。高齢者の足が重いっていうのは結構危険なんですよ。骨粗しょう症があったりとかするので、転倒したりとかするとですね、かなりの確率で寝たきりになっちゃったりとかします。こういうのをね、放置しておくとどんどん書いていってですね、最終的には潰瘍になったりするリスクがあるんですね。血管チャンネル、今回は下肢の静脈瘤の症状9選についてお話ししたいと思います。最初ですね、私のバックグラウンドなんですけど、私ですね、ここのクリニックを開院してから大体7年ぐらい経つんですけど、大体ですね、下肢静脈瘤の初診の患者さんって毎月少なくともやっぱ100名はいるんですよね。暑い時期になってくると患者さんどんどん増えてくるので、そうすると大体150名以上大体見てます。そうすると大体ですね、年間にすると1500名ぐらいかな、毎年初診の患者さんを見ているような状況です。でこれ7年やってるので、大体ですね、この静脈瘤クリニックを開院してから大体1万名ぐらいのですね、下肢静脈瘤の初診の患者さんを見てるような状況です。でやっぱり地域がやっぱあると思います。地域によってやっぱり仕事多い職種っていうのはやっぱあると思いますし、例えば東京都の方の港区の患者さんのバックグラウンドと平塚市っていうバックグラウンドはやっぱ当然違うと思いますし、またですね、例えば北海道とか、あるいはもっと秋田とかですね、例えばここら辺は工場で働いてる人が多いんですけど、私が以前働いてたような農村地帯とかですね、なってくるとまた全然違ってくると思います。ですので、ここはですね、あくまでも平塚市限定ということでちょっと聞いてもらいたいなというふうに思います。初期症状としてね、一番多いのは実は足のつりなんですよね。これね、足がね、夜中になんでかわからないけどつるんですよ。夜中とか、あと朝方、早朝の朝4時とかに突然ですね、激痛で目が覚めるという感じなんですね。で、人によってはですね、全然立って歩けなくなっちゃって、でトイレに行くにもですね、張って歩いていくっていうような状況になるんですね。なんでこうなるかっていうのは全然分かってないんですけども、下肢静脈瘤の症状として結構あります。結構ですね、こういう症状が出てもですね、表面の血管のボコボコは結構なかったりとかするんですね。ただエコーをやると結構ですね、この副材静脈がはっきりと逆流してるっていうのは結構わかるんですよ。ただその逆流時間もものすごい長いわけじゃなくて、逆流の程度としては非常に軽いんだけども、症状としては結構激烈だったりはします。ですので、この段階で例えば治療を希望される方もいるのは事実です。この段階で治療すると結構な確率で下肢静脈瘤のその足のつりっていう症状はですね、消えてしまいます。ですので、手術もそんなに大変じゃないんだけども、この段階で例えば治療したりとかすると足の症状が全然なくなって夜熟睡できるようになったって言ってですね、喜ばれる方は結構多いです。どちらかというと本当にですね、むしろ一番コストパフォーマンス的にはいいですよね。手術はすごく簡単で、一方で患者さんとしてはとにかく夜眠れるようになるっていうことでですね、すごく喜ばれる方多いのは事実です。ただ足のつりって別に下肢静脈瘤だけでつるわけじゃないので、全部が全部足のつりが静脈瘤って言ってるわけではなくて、静脈瘤の症状の初期症状の一つとしてありますよって話です。そこはですね、よく勘違いされる方が多いので、そこは気をつけてください。2番目として足が重いっていうのがあるんですね。で、下肢静脈瘤になると結構足が重くなります。特にですね、立ち仕事の人に多いですね。多いのがね、調理師さんとか飲食関係の人で、あとは、理容師さん、あとね、実は何気に多いのはですね、病棟勤務の看護師さんなんですね。病棟勤務って実はほとんど座る暇がないぐらい忙しいんです。ずっとカートを押しながらですね、病棟の患者さんずっと見てるんですけども、やっぱ立ち仕事はすごく長いので、看護師さんは結構辛いみたいですね。あとはね、さりげなく多いのがホテルマンですね。ホテルマンの仕事も、結構1日7時間8時間ずっと立ちっぱなしでお客さんの対応してるので、特にそのホテルマンをずっと続けた後の退職した後の年金の生活の方とかで結構下肢静脈瘤が非常に辛いという方は結構います。ですので、こういった方の場合割と早い段階で手術してあげた方が楽なんじゃないかなというふうに感じてます。やっぱりですね、足がだるいっていうのはめちゃくちゃ辛いと思うんですね。結構ね、歩いててもう階段登れなくなっちゃうっていう人も結構いるので、そういった患者さんが例えば手術をすると階段をね、スタスタ歩けるようになったとかですね、仕事が楽になったとか、仕事を続けるね、気になったという方が結構います。ですので、足が重いっていうような患者さんは治療してしまった方がいいんじゃないかなというふうに思います。あともう一つはね、高齢者の足が重いっていうのは以前にもお話したことあると思うんですけど、結構危険なんですよ。で、何かっていうと、高齢者の方って足が重くなるんですよ。それは筋力が低下して重くなったりとか、足がむくんだりとかして、心臓とか弱くなったりとかして足がむくんでくるわけなんです。高齢者が足が重
重いっていうのはある意味でですね、加齢現象の一つではあるんですね。それは下肢静脈瘤があってもなくても足は高齢者の方って大体重くなってくるんですけど、下肢静脈瘤があるとこの重さがですねもうさらに増すんですね。そうするとね、足を引きずるようにして歩いたりとか、ちょっとした段差につまずくようになるんですよ。で20代とか30代の人とか、あるいは40代の人とかですね、足ちょっとつまずいたくらいでどうってことはないんですけど、高齢者の方がですねちょっとつまずくってかなりリスク高いんですね。まずとっさの反応が取れない、やっぱり筋力とか反射神経とか低下してますので、とっさの反応が取れない。でプラス骨粗鬆症があったりとかするので、転倒したりとかするとですね、受け身取れないでそのまま転倒したりとかするとですね、結構大腿骨骨折したりとかするんですね。そうするとですね、かなりの確率で寝たきりになっちゃったりとかします。ですので、私以前はですね、高齢者が足が重いというような場合は必ずしも積極的に治療を進めたわけじゃないんです。なんでかっていうと、やっぱりですね、確かにその下肢静脈の手術をすると良くなるのは事実なんだけど、完全に症状がなくなるわけじゃないので、患者さんによってはもうとにかく完全に良くしてほしいっていう患者さんが多いんですよ。そうするとですね、どうなんだろうと、完全に良くしてほしいって言ってるんだけど、手術してもね一部分しか良くならないっていうのは心苦しい時がありますし、患者さんの方としてもせっかく手術したのに完全に良くならないということでですね、不満を言う人も多かったんですね。だけど最近はちょっと考え方を変えてます。骨折した人が2名ぐらい出たんですよね。そうするとやっぱりこれはもう高齢化社会のね、かなり急速な進行によって状況変わってきてるんじゃないかなっていうふうに感じているので、最近は80代以上の患者さんで足が重いっていうことで静脈瘤あるような患者さんに関しては積極的に手術してあげた方がいいんじゃないかなというふうには感じてます。3番目なんですけど、足がジンジンするんですね。これはですね、下肢静脈瘤の症状の一つとして、ずっと立ってたりとか、あるいはずっと座っていて足を下ろしているような状況になっていると、どんどん足がジンジンするということは結構あるんですよ。これ結構多いのがですね、いわゆる銀行なんですね。銀行の受付の仕事をされている方ってほとんどずっと立ちっぱなしだったりとか、あるいはずっと座ってですね、電卓叩いたりとかなんですけど、だんだん足がジンジンしてくるみたいなんですね。でこういった患者さんは手術をしたりしてあげると割とケロッと良くなったりとかしますので、仕事の職種にもよると思うんですけど、そういったじっと動かないような仕事の患者さんで静脈瘤があるような場合は手術をしてあげた方が楽なんじゃないかなっていうふうに感じてます。次なんですけど、足がむくむっていうのがあります。下肢静脈瘤があるとどんどん足がむくんできます。これは何でかっていうと、静脈の中の圧力が高くなって静脈圧っていうんですけど、静脈圧高くなってくるとこの水分がですね、だんだん血管の外に染み出てくるんですね。でそうすると足がどんどんむくんできます。もちろん見た目の問題ももちろんあると思うんですけど、一番問題になってくるのはね、靴が履けないっていう患者さん結構いるんですね。足が結構ねむくんでくると靴履けなくなってくるんですよ。であと歩きづらくなってくるんですね。でこれもですね、やっぱり高齢者の場合転倒のリスクになります。で結構そういう患者さんいます。歩けなくて靴がうまく履けないから、ああいう介護用の靴履いたりするんですね。で介護の靴って必ずしも歩きやすいわけじゃないし、ソールすごくいいわけじゃないから、結構転んだりとかするし、歩くのが不安になってきてですね、ちょっとデブ症になってくると、そうするとどんどんフレイルになっていくっていう感じがします。ですので、高齢者の方で足がむくんでるような患者の場合、これは、下肢静脈瘤の治療は積極的にやってあげた方がいいのかなっていうふうに最近は考え方を変えています。左右の足が太さが違うっていうのもですね、結構ですねあるんですね。これ何かっていうと、足がむくんでくるとですね、どんどん足太くなってくるじゃないですか。そうするとですね、結構ですね左右でね全然足の太さが違っちゃってる人がいるんですね。そうするとですね、人によってはやっぱりですね、スカート履けないとかですね、半ズボン履けないってやっぱ出てくると思います。それ見た目だけの問題って言っちゃえばそれまでなんですけど、やっぱりですね、下肢静脈瘤でものすごい太さが違うような患者の場合、これはね見た目の問題だけじゃないなというふうに思うんですね。特に最近のものすごい暑さの場合ですね、これだけの暑さの中でもう我慢してですね、例えばズボンを履かなくちゃいけないというのはものすごいかわいそうだと思います。ですので、もう左右の太さが違うぐらいもうむくんじゃっててですね、でそれが原因で例えばその半ズボンを履けないとかスカートを履けないというような患者さんの場合、これは手術をしてあげた方がその患者さんの悩みを解決できるんじゃないかというふうに感じてます。あとね、足がかゆいっていうのは結構あるんですね。これどういうメカニズムかっていうと、静脈瘤がどんどん進行してくると静脈圧高くなってきます。そうすると血液が外に染み出ます。血管の外に染み出ます。で血管の外に染み出た後、そこに鉄分が沈着します。この鉄分は、沈着するのは異物っていうふうに白血球は認識しますので、白血球が寄ってきます。白血球はその鉄分をこうやって食べるんですね。鈍食って言って食べるんですけど、その際に細胞障害性物質を出します。細胞障害性物質が神経を刺激すると結構かゆみとして認識されるんですね。ですので静脈瘤がひどい患者さんの場合、結
結構足をかゆいって言ってですね、かいてる時があるんですね。で、結構ですね、この足を見てみると、結構そこにかいた傷がですね、こう筋が残ってたりとか、そういったことは結構あります。そういった場合は、なるべく早く手術してあげた方がいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱかゆみが出てる場合とか、かゆみの傷がある場合って、その静脈圧が高くなっている客観的証拠とも言えます。もちろん全部が全部ね、静脈瘤ってわけじゃないし、単なる湿疹の場合もあるんですけど、明らかに静脈瘤があって、かゆみが出てるような場合は、静脈圧がそれなりに高くなっているという証拠ですから、こういうのをね、放置しておくと、どんどんかいていってですね、最終的には潰瘍になったりするリスクがあるんですね。かき壊した傷がですね、治らないんですよ、こういう状況だと。潰瘍になったりすると、もうかなり大ごとになりますので、かゆみが出てる場合は、早めに治療してあげた方がいいんじゃないかなっていうふうには考えています。次はですね、色素沈着っていうんですけど、茶色いですね、境界不明瞭なシミができます。で、先ほど申し上げた通り、静脈圧が高くなってくると、血液が外に染み出てきて、鉄分が皮膚に沈着するんですね。で、その時ってですね、境界不明瞭、要するに境界がぼんやりとしたですね、シミがですね、足にいっぱい出てきます。で、こうした場合は、治療した方がいいかもしれないですね。なんでかっていうと、別にそのシミそのもの自体は、実は静脈圧が高い証拠ではあるんだけど、シミそのもの自体は言うほど大したことはないんですね。ただこのシミですね、消えないです。一旦ですね、ついちゃうとなかなか消えないです。静脈の手術をしてもなかなか消えない。厳密に言うと消えるんですけど、軽く10年ぐらいはかかります。ですので、消えないと割り切ってしまって、消えたらラッキーっていうふうに考えた方が賢明かもしれない。で、特に女性の場合、スカートをですね、履く機会が結構多いと思います。で、最近はですね、男性も普通にですね、半ズボンを履く機会が多いと思いますので、このシミをですね、ものすごい恥ずかしいっていうふうに感じる人がいるんですね。ですので、そういったことを考えると、シミが出てるんであれば、それは静脈圧高い証拠でもあるのであるから、治療を検討してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。次なんですけど、皮膚がえぐれるっていうのがあるんですね。静脈瘤の一番進行した状況って何かっていうと、静脈性潰瘍、鬱体性潰瘍とも言うんですけどね、皮膚が傷を治す力を失ってしまって、ちょっとした傷がどんどんでかくなっていって、クレーターみたいにえぐれてくるっていう感じになります。で、これはね、こうなってしまうと、もう静脈の手術をしないと、まず根本的解決はできないです。ですので、鬱体性潰瘍ができてしまっているような場合は、とにかく早く手術をして早く良くすると。で、それも手術を受ける場合は必ず血管外科医を受診した方がいいと思います。で、最近はですね、下肢静脈瘤の治療、血管外科医がものすごく少ないので、内科の先生が真似をしたりとか、放射線科の先生がやったりとか、整形科の先生がやったりということが結構あります。ただ、静脈性潰瘍となってくると、かなり長い経験と知識が必要になってきますし、いろんなテクニックが必要になってきます。で、手術もですね、そんなに簡単じゃなくなってきますので、鬱体性潰瘍があるような場合は、とにかく静脈の手術を受けると。その静脈の手術を受ける場合は、必ず血管外科医を受診した方がいいと思います。次なんですけど、汁が出るというのがあります。で、汁って何かっていうと、ちょっとうまく言えないんだけど、下肢静脈瘤ができると、足がどんどんむくんでくるっていうんですね。先ほど申し上げたんですけど、これどうやってむくむかっていうと、静脈圧が高くなってくると、血管から外にね、水分が染み出てくるんですよ。で、それがね、皮膚の下にすごい溜まってるような状況になるんですね。で、そうすると足がね、どんどんむくんでくるんですね。いわゆる水風船みたいな状況になるんです。で、この皮膚はですね、なかなか水を通さないので、皮膚がね、きちんとですね、傷がないような場合は、全然水が外に漏れないんですけど、この皮膚にちょっとでも小さい傷ができると、そこからどんどんね、水が漏れるんですよ。穴の開いた水風船みたいなような状況になるんですね。それはですね、とにかくその汁が溜まってる限りはどんどんですね、この水が外に出ます。で、水が出てる間、通ってる間は傷口は絶対治らないので、もう全然止まらないんですよね。もう本当に包帯巻いてる包帯がびちょびちょになるぐらい水が出ております。で、この水が出るだけだったら、包帯巻きはいいじゃないかっていう話になってくるんですけど、この水が溜まってると大抵の場合ですね、感染するんですね。具体的な菌名を言うと、大体緑膿菌っていうね、菌が感染します。で、緑膿菌ってどんな菌かというと、もともとですね、湖とか沼に住んでる菌で、水がいっぱいあるところにすぐについてくるんですよ。すぐに感染するんですよ。下肢静脈瘤があって、この包帯巻いてて、これがびちょびちょのような状況って、緑膿菌にとってはすごく住みやすいような環境なんですね。ですので、これはもう簡単に緑膿菌が生えてきます。で、この緑膿菌がめちゃくちゃ臭いんですよね。ですので、下肢静脈瘤の患者さんで緑膿菌を感染している場合って、ものすごくですね、匂いがします。
でそうなってくるとやっぱり患者さんはやっぱ外に出るのが嫌になってくると、でどんどん閉じこもるということになってきます。汁が出て大したことないじゃないかというふうにですね、パッて素人の方は思うんですけども、実はですね、汁が出るって結構大事で、結構そういうのが始まったりすると外に出るのも億劫になってくるし、匂いを気にしてですね、外に出なくなってくるので、高齢者の場合結構簡単にフレイルになります。その汁が出てるのが例えば高齢者であったような場合は、なるべく早くですね、治療を開始してあげて、その体力が低下する前にその日常生活のレベルを維持した方がいいんじゃないかなというふうに感じてます。次、これはですね、番外編なんですけど、これは実は番外編で9選の中でカウントしてないんですが、痺れるってやつですね。下肢静脈瘤の外来をやってると、かなりの確率で痺れるっていう患者さん来ます。下肢静脈瘤で足痺れますかっていうと、あんま痺れないです、実は。下肢静脈瘤って血管の病気であって、その神経の病気ではないので、下肢静脈瘤外来に来てくる痺れの患者さんのほとんどが脊柱管狭窄症だったり、座骨神経痛だったりします。ですので、あんまり痺れが出ることはないです。ただ、例外もあります。これは何かっていうと、例えば腹在静脈が非常に太くなっていて、腹在神経を刺激しているような場合があります。ごくごく稀にですけど、あります。あとは、腹在静脈の静脈圧がものすごく高くて、周囲にも炎症を起こしていて、腹在神経を巻き込んでいるような場合。で、この場合も痺れが出たりするときがあります。ただ、そうした場合って、実は患者さんはあんまり痺れとしては認識しないんですね。なんでかというと、これゆっくりゆっくりと進行するので、痺れているってことに結構気がつかなかったりするんですよ。で、突然出るような痺れの場合、ほとんどは脊柱管狭窄症だったり、やっぱり座骨神経痛だったりはします。で、あともう一つはですね、痺れとしてあるのが、足の裏の感覚がちょっと鈍くなってくるっていうやつなんですね。これ何かっていうと、高齢の方ってほとんどのケースにおいて、何らかのですね、末梢神経障害を起こしているっていうことがほとんど多いんですよね。ですので、例えば高齢になってくると結構目が見えなくなってきたりとか、耳が遠くなってくるんですけど、それと同じような感じで指先の感覚がちょっとずつ鈍くなってくるんですね。足の裏の感覚もちょっと鈍くなってます。ですので、高齢の方がね、よちよち歩いたりしてよく転んだりするのは何かっていうと、うまく歩けないんですね。足の裏の感覚がちょっとずつ失われているので、怖くてですね、上手に歩けない。だからああいう歩き方をしたりすること結構あるんですね。で、足がむくんだりすると、それがですね、さらにですね、感覚が鈍くなってきたりとかします。高齢の方で、例えば下肢静脈があったりして、足の裏の感覚が鈍くなったりするっていうことはね、たまにあります。しょっちゅうはないんだけど、たまにあって、で、そういった患者さんの場合、例えば歩いてる様子を観察して、明らかにこれはもう歩行がおかしくなってるなって言ってるような場合は、治療を検討する時もあります。バーッと話してきましたけど、下肢静脈瘤の症状9選ですね。こんな感じになります。思い当たる節があったら、治療を検討してもいいんじゃないかなというふうに思います。今日は以上です。